お久しぶりです。アウトドアライフ23のカズです。今回はタイトルにもある通り、無印良品で使えるアウトドアギアを皆さんにご紹介していこうと思います。僕の日常では結構無印良品のものっていうのはなくてはならないものでして、結構ここ画面に映ってないんですけどいろいろあるので結構お世話になっています。で、その日常とは別でアウトドアで使えるギアっていうのも10点まとめましたのでご紹介していこうと思います。それでは早速行ってみましょう。まず最初に紹介するキャンプギアっていうのは、今回無印良品の中で紹介するギアの中でも一番活躍してくれているギアになっています。そのギアっていうのがこちら。この良さっていうのは、このコンパクトな割に見た目がいいっていうところ。実際このスタッキングの隙間に入れて今まで使っていた100均の折りたたみスプーンをやめてこのミニスプーンに変えました。しかもこのスプーン木製ということで見た目がかっこいいっていうところも気に入っているところです。そして実際にスペックを測ってみると、まず長さが 7.5 センチといって非常にコンパクト、手のひらに収まっても全然握れるっていうようなコンパクトさ。そして重さを測ってみると約 5g ということで、もう全く重さに関しては問題ない。しかもスタッキングしやすいっていうところで、本当に火の打ちどころがないミニスプーンを見つけました。ミニスプーンの特徴はこの木材です。ブナ材というものを使われていて耐久性が高い木材になっています。このブナ材っていうのは結構家具とかに使われているんですが、その家具で使えるような非常に耐久性の高いものをスプーンで使えるっていうことで、非常にアウトドア向きなスプーンじゃないかなというふうに思って今使っています。そしてそのブナ材を使っていても価格がこの価格ということでめちゃくちゃ買いやすいっていうところで、僕はおすすめできるなというふうに思っています。そして最大の特徴は、ご飯を食べる時の美味しさをさらに美味しくしてくれるっていうところです。結構スタッキングにこだわってくるとチタン製のスプーンとかプラスチックのスプーンになってくると思うんですが、そうなるとやっぱりね、ちょっと食にこだわっていくとやっぱりなんていうんですかね、金属感であったりプラスチック感がご飯の美味しさをちょっとだけ半減させているなと思うんですけど、やっぱりね、木のぬくもりを感じながらご飯を食べれるだけでちょっと美味しく感じるってところがこのミニスプーンのいいところかなというふうに思っています。で、ちっちゃいから一口サイズがちっちゃくなるかなと思ったんですが、普通のスプーンの同じぐらいの広さがあったので一口に満足できるようなサイズ感になっているところもありがたいポイントかなというふうに思います。そして木でできているっていうところで、今僕がね一番よく使っているこのねライフテーブルとの組み合わせも非常に満足しているので、これは買ってよかったなというふうに思っています。本当に一度使ってみたらね、話すことのできないギアになっているので、ぜひね皆さんも使っていただけたらなというふうに思ったので今回紹介してみました。続いて紹介するアイテムっていうのは、これからの季節に大活躍してくれるアイテムになっています。これを目的に先日無印へ行ってきまして、無事にゲットすることができました。結構ねもう在庫も少なくなっていたので、欲しい方はぜひ行っていただきたいなというふうに思います。そのアイテムっていうのがこちら。この服はスウェットシャツといって、スウェットなんですけどシャツに近い質感のあるスウェットになっています。これのいいところっていうのは、まずコスパなんですが、コスパがこんな感じで非常に買いやすい値段なのに結構上品な感じの質感を演出してくれるので、アウトドアだけじゃなくて街でも着れるっていう、この両方で着れるって思うとなおコスパがいいなというふうに思っています。しかもただのスウェットじゃなくて裏起毛になっているので、この冬長く愛用することができるスウェットシャツになっています。僕がよく着ているこのアウトドアベストとかも合うし、いろんなアウターにも
合わせることができるので、この黒にしたっていうのはそういうところで黒色にしました。いろんな組み合わせができる黒を選ぶと今後汎用性が高いかなというふうに思ったので、今回ブラックにしてみました。もう本当に素材が良くて、この値段だったらアウトドアでガシガシ使ってもまた来シーズン何かあった時に買い替えればいいかというふうに思える値段なので、ぜひアウトドアで使ってみるのはいかがかなというふうに思ったので今回紹介してみました。続いて紹介するギアっていうのは、実はめちゃくちゃ使っていた無印良品のギアがあります。やっとね紹介することができます。そのギアっていうのがこちら。このダブルファスナーケースになっています。こちらにはいろんなものを小分けするためのケースとして使っています。例えばキャンプに行く際はここに焚き火系のものを入れていったり、山に行く時はバッテリー関係、カメラ機材系のものをここに入れたりして持ち運んでいます。また旅行に行く際は身の回りのもの、歯磨き粉、日焼け止め、コンタクトケースみたいなものを入れてカバンの中に小分けしています。そしてなぜこんな派手なオレンジを使っているかというと、カバンの中って意外と暗いので、そういった時にこの派手なオレンジを使うことによってすぐに取り出すことができるっていうところが非常に魅力的です。またこのポーチ単体としても非常に機能的に優れていて、まずダブルファスナーがついていて、しかもメッシュ素材の方と普通のポリエステル素材の方があって、用途に分けて使うことができるって言って、このポーチだけでも仕様を分けることができるっていうところが非常に魅力的です。ちなみにメッシュ素材の方は何が入っているかっていうところが分かるので、非常にこれは便利だなというふうに思っています。サイズがね非常にコンパクトです。手のひらサイズに収まるポーチになっているので、お財布代わりとしても活用することができるっていうところで多様性のあるケースになっています。そしてこんだけ機能があるのに値段がこの値段というところで手の届きやすい値段になっているので、本当にありがたいなというふうに思っています。そして最近悲しいことがありまして、前回ねこんな感じで釣りに行ってきましたっていう報告をしたと思うんですが、このね釣りを行ってきたっていう際に新しく買ったカメラをなくしてしまって非常に落ち込んでいる次第です。続いて紹介するギアっていうのは、僕みたいによくね財布など物をなくす方には非常におすすめできるギアになっています。そのギアっていうのがこちら。リール付きのストラップになっています。こちら何がいいかというと、まず値段です。値段がこの値段っていうところで非常に買いやすい値段。しかもストラップだけじゃなくて、この伸びたり縮んだりするリールがついていることによって非常に使いやすい設計になっているっていうところが魅力的なギアだなというふうに思っています。このリールの長さなんですが、約50センチ伸びてくれるので、大体のところにつけておけば手元まで持ってくることができるかなというふうに思います。ストラップ部分に関しては20センチですのでつけることができるかなというふうに思っています。ちなみに僕はどういうふうに使うかというと、まずこのストラップ部分のところをカバンにつけて、そして財布や鍵をつけることによって落とすことのなく持ち運ぶことができるってところが非常に魅力的だなというふうに思っています。また登山に行く際は先ほど紹介したケースと組み合わせることによってカバンにこちら固定して、そして何のストレスもなく使うことができるっていうところで、大事なものを落とさずに持ち運ぶことができる、アウトドアも日常でも使えるこのストラップ、非常に僕自身重宝しているところです。僕みたいによく物をなくす方にはおすすめできるギアになっているので、是非参考になっていればなというふうに思います。はい、続いて紹介するギアっていうのは、アウトドアに行く際にいつも持ち歩いているギアになっています。そのギアっていうのがこちら。小分けボトルになっています。この小分けボトルを購入した理由っていうのは、悲しい出来事がこの夏ありまして、実はこの小分けボトル僕100均で揃えていたんですが、100均のボトルが液漏れしてカバンが被害に遭ったっていうことがあって、無印良品の小分けボトルに移行しました。
すると液漏れすることなく快適に使えたので、皆さんに紹介しようと思います。ちなみに値段はこの値段、100均よりも何十円か高いだけなので非常に買いやすい値段かなというふうに思います。そして僕が買ったのは 15ml サイズのもの、そして噴射するとスプレータイプのものっていうのも選びました。小分けボトルにどんなものを入れているかというと、まず一つは夏に天敵である虫除けスプレーをこの中に入れて持ち運ぶことによって必要最低限の虫除けの液を運ぶことができる。市販で買ったものだと非常に大容量でありがたいんですけど、正直1泊2日2泊3日のアウトドアではちょっと多すぎるので、こういった小分けボトルにするのがいいかなというふうに思っています。また虫除けスプレーだけじゃなくて消臭スプレーとしても持ち運んでいます。アウトドアには虫だけじゃなくて匂いも天敵かなというふうに思うので、この小分けボトルでなんとか対応しているっていうような形になっています。そして100均ね使っている方には申し訳ないんですが、押しやすくてしっかりしているなっていうところを実感していて、非常に使いやすくなっています。非常に見た目もシンプルなので、僕はこのマスキングテープに何が入っているかっていうのを書いて間違えないようにっていうような工夫もしています。このね夏から使っているんですが、液漏れすることもなかったので、是非ね参考にしていただければなというふうに思います。続いて紹介するギアっていうのは、なくてもいいけどあるとやっぱり便利だなというふうに思ったギアになっています。そのギアっていうのがこちら。こちらのテープになります。こちらのテープはご存知の通りマジックテープ式のテープになっていて、よくねこれ日常ではコードをまとめたりとかいろんなものをまとめる際に使うテープとして使っているんですが、通常こういったマジックテープ型っていうのはハサミを使って切ると思うんですが、こちらは自分の力で切ることができるっていう非常に便利なテープになっています。どんなことによく使っているのかというと、スタッキング片付ける際にあんまりうまくスタッキングできん時はもう時間がないから、この結束テープでぐるっとまとめてカチャカチャなるのも防いで持って帰ったりとかいうような感じで使うことができるテープになっているなというふうに思っています。しかも値段もこの値段で買えるので、1個あれば何かの時に使えるなというふうに思って、僕自身キャンプギアボックスに入れて持ち運んでいるっていうような感じで使っています。必要ではないかもしれんけどあると便利だなっていうギアを今回紹介してみました。はい、続いて紹介するギアっていうのは先ほどと同じような、非常に持ち運び便利なギアになっています。そのギアっていうのがこちら。そうなんです。このケースになっています。このケース何に使っているかというと、まず僕は耳栓を運ぶ時のケースとして使っています。またこのケースはもう一つ持ってまして、もう一つ何を入れているかというと、この名前の通り保湿クリームを入れて持ち運んでいます。結構アウトドアをしていると紫外線も浴びるのでなかなか乾燥するなっていうところで、最近はよく保湿クリームを持ち運んで肌のケアもしっかりとしながらアウトドアを楽しんでいます。このケースのいいところっていうのは、この買いやすい値段、そしてこのコンパクトさ、いろんなものをここに小分けして衛生的に運ぶことができるので非常に重宝しています。先ほど紹介したダブルファスナーケースに入れて持ち運ぶことによって無印良品で非常にアウトドアが成り立っているっていうような状況ではあります。こうやって無印良品で仕分けしていくと統一感があって非常にグッと締まってくるので、ブランドで統一するのもいいのかなというふうに今思っているところです。続いて紹介するギアっていうのは、皆さんが必ず持っているあのアイテムを収納してくれるギアになっています。そのギアっていうのがこちら。これ何をするギアか分かりましたでしょうか。これはケーブルを収納してくれるアイテムになっていまして、どんな風に使うかというと、こんな風にケーブルをケースの真ん中に置いて、あとダイヤルを回して快適に収納してくれて、しかも出口と入り口があるので、そこからねケーブルを引っ張ることによって長さを調整できるっていうところで、非常に持ち運び便利、そして利便性に長けた収納ケースかなというふうに思っています。また
この充電ケーブルは収納もするだけじゃなくて、なんとこんな感じにスマホスタンドとしても活用することができます。例えば山に行った時にちょっとねもたれかけさせたい、スマホをもたれかけさせたいなっていう時がねたまに出てくるんですが、そういった時にこのね収納ケースにこのギミキューが積み込まれているので、わざわざスマホスタンドを持っていかずにそういったことができるっていうのが本当にありがたいなというふうに思っています。ただ、デメリットとしては普通にねケーブルを収納した方がコンパクトにはなるかなというふうに思うんですが、ってな感じでちょっとデメリットもあるんですけど、今のところ快適に使えているので皆さんにもおすすめできるかなというふうに思ったので今回紹介してみました。続いて紹介するギアっていうのはもう僕の中では欠かすことのできないギアの一つになっています。そのギアっていうのがこちら。もうストックがあるぐらい気に入っているこの無印のゴミ袋になっています。僕は結構ソロに行くことが多いので、この20リットルの大きさのゴミ袋を使っているんですが、ゴミ袋だからといってちょっとね早送りするのは待ってください。このゴミ袋の形状が非常に優れているので最後まで聞いていただければなというふうに思います。このゴミ袋のすごいところっていうのは自立するための構造になっているゴミ袋になっています。結構ゴミ袋っていろんなものを入れていくと結構倒れたりしてあーってなることがあると思うんですが、そういうことがないようにしっかりと丸底になっているのでゴミ袋を自立して置くことができるっていうゴミ袋で、またこんな風にロール型になっているので重さもこんな重さなので気にすることなく持ち運ぶことができるっていうところも魅力的な一つかなというふうに思っています。収納の際に持ち運ぶ時にも邪魔にならずに持ち運ぶことができるので便利です。しかも15枚も入っているので服が濡れた時の袋としても使ったりするっていうこともあるので、そういったあたりの袋代わりとしても使えるなというふうに思って、このゴミ袋の値段がこの値段ということで買いやすい値段なので非常に重宝しているギアの一つになっています。続いて紹介するギアっていうのはめんどくさがり屋な方には非常におすすめできるギアになっています。そのギアっていうのがこちら。このシートになります。このシートのいいところっていうのは使い切れるっていうところが魅力的なシートになっています。1泊2日のキャンプに行った際にはお風呂に入らずに次の日を迎えることがあるんです。ただそうすると匂いがやっぱりね気になってしまうんですが、そうならないためにボディシートで体を拭いて寝ることがあります。ただボディシートって市販で売っているものだと30枚入りとか60枚入りで分厚かったり持ち運ぶ際に結構重さを感じると思うんですが、この1回きりのシートだと体を拭いたらもうゴミ箱へ捨てることができるっていうところで、持ち帰らずに体を拭いて清潔に保つことができるってところが非常に魅力的だなと思っています。またこのシートの大きさが非常にちょうどよく足りないっていうことがなくて、むしろちょっと余っちゃうぐらい大きなシートですので、もう1回の体を拭くにはもってこいな、むしろアウトドアのために作られたんじゃないかなというふうに思うぐらい快適に使えるボディシートだなというふうに思っています。てな感じで値段もこんな感じの値段になっていて非常に買いやすくて、キャンプに行く時には僕みたいにめんどくさがり屋な人にはおすすめできるかなというふうに思ったので今回紹介してみました。続いて紹介するギアっていうのは多分ね無印でかなり有名なアイテムなんですが、アウトドアでも非常に使いやすいなというふうに思ったので紹介しようと思います。そのアイテムっていうのがこちら。この折りたためる仕分けケースになっています。こちらのいいところはこのケースがこんな風にコンパクトになって広げれば非常に大容量の収納ケースになるっていうところが非常に魅力的だなというふうに思っています。僕の使い方はバックパックキャンプをするときにこのケースを使ってパッキングしています。ちなみに僕は S サイズを選んでいます。ちょうどねバックパックの入り口にちょうどフィットするような大きさなので、このケースの中に衣類やギアを入れて、そしてそのままスポンと入れることによってジャストフィットしてくれるので非常にありがたい収納ケースになっているなというふうに思います。値段も
こんな値段なので何個あってもいいなというふうに思います。バックパック専用の収納ケースっていうのは意外とね値段がこんな風にするのでなかなか手の出しづらい感じなんですが、このね無印だとこの値段で買えるっていうことなのでありがたいなというふうに思っています。それにメッシュ素材でできているので何がどこに入っているかっていうのも目で見て確認することができるっていうのもこの仕分けケースのいいところかなというふうに思っています。バックパックだけじゃなくて出張行ったりとか旅行先でも結構このケースは使っているので日常でもアウトドアでも使えるというふうに思うとさらにコスパが良くなるエギアかなというふうに思ったので今回紹介してみました。っていう感じで無印には僕自身日常でもアウトドアでもお世話になっているので、これからもねアウトドアで使えるようなものがあればまた紹介していこうかなというふうに思います。というわけで本日もご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。